もう、持たないかもしれない。その声が、俺の耳にも突き刺さった。手術室の白い光の下、若い獣医、沙織が、絶望に肩を震わせているのが見えた。小さな、あまりにも小さな命の灯火が、今にも消え入りそうに揺らめいている。彼女が積み重ねてきたものも、切なる祈りも、ここでは届かないというのか。俺は、彼女の背後から一歩踏み出し、その場にいた責任者、院長に声を絞り出した。先生、俺にやらせてください。俺ならまだ。院長の冷たい視線が俺を射抜いた。その目には、無別と、そして昔と変わらぬ不審の色が浮かんでいた。成美くん、君は自分が何を言っているのか分かっているのかね。君はあの事故の後、この病院を追われた身だろう。今さらしゃしゃり出てきて何ができるというんだ。その言葉は、鋭い刃のように俺の胸に突き刺さる。そうだ。俺は一度全てを失った。医師としての誇りも、未来も、そして何よりも、かけがえのない命を救えなかったという、拭いきれない罪悪感。あの日の手術室の光景、血の匂い、そして絶望に染まった親族の顔が今も鮮明に蘇る。俺の腕ではもう誰も救えないのだと、そう思い知らされたはずだった。だが、俺のこの行動がただの無謀な自己満足に終わるのか、それとも本当に何かが変わるきっかけになるのか、まだ誰にも分かりはしなかった。俺自身でさえも、それでも、俺はもう一度、あの冷たいメスを握る覚悟を、心の奥底で固め始めていた。この小さな命の灯火を、このまま消えさせるわけにはいかない、と。俺の名前は、成美圭。古い柱時計の規則正しいコチコチという音が満たす薄暗い店内で、俺は今日も小さな歯車と向き合っている。今は都心から少し離れた、時の流れが緩やかなこの街で、成美時計店という看板を掲げ、アンティーク時計の修理を生りとしている。客の多くは物持ちのいい老人か、俺と同じように、どこか過去に囚われたような目をした人間だ。彼らは壊れた時計に、ただ時を刻む以上の何かを求めている。それは失われた記憶のかけらだったり、あるいはもう二度と戻らないぬくもりだったりする。俺はそんな彼らの思いを小さなネジの一本一本に込めながら、慎重に、丁寧に時を紡ぎ直していく。それが今の俺にできる唯一のことだった。その日もいつものようにルーペを覗き込み、繊細な細工が施された懐中時計の内部と格闘していた。集中が深まると周囲の音は遠のき、ただ目の前の気候だけが世界のすべてになる。ピンセットで慎重にパーツをつかみ、油を刺し、磨き上げる。この作業だけが俺に束の間の平静を与えてくれた。カランコロン。ドアベルの軽やかな音が俺を現実へと引き戻した。顔を上げると、そこには見覚えのある女性が立っていた。肩にかかる艶やかな黒髪、意志の強そうな瞳、そしてどこか懐かしいひまわりのような笑顔。一瞬誰だかわからなかった。だが彼女が遠慮がちに口を開いた瞬間、止まっていたはずの記憶の歯車がきしみながらもゆっくりと回り始めた。成美先輩ですよね。その声で思い出した。日高沙織、大学時代の後輩だった。日高か、久しぶりだな。はい、ご無沙汰してます。先輩、まさかこんなところでお店をされているなんて。沙織は驚いたように店内を見回し、それから少し寂しそうな、複雑な表情を浮かべた。無理もない。白衣をまとい、メスを握っていた俺が、今は油にまみれて時計をいじっているのだから。まあ、いろいろあってな。今はこうして壊れた時計と向き合うのが性に合ってる。俺は自重気味に笑いながら手に持っていた懐中時計をそっと作業台に置いた。先輩、お元気そうで。いえ、でも。沙織は何かを言いかけて言葉を飲み込んだ。その瞳の奥に心配と、そして何か切実な訴えのようなものが見え隠れしているのに気づいたが、俺はあえてそれに触れなかった。それで今日はどうしたんだ？時計の修理か？努めて明るい声を出し、話題を変えようとした。だが、
沙織の表情は曇ったままだ。いえ、時計のことではなくて、実は先輩にご相談したいことがあって伺いました。彼女はそう言うと、持っていたカバンから一枚のクリアファイルを取り出した。中には数枚のレントゲン写真と、びっしりと専門用語が書き込まれた書類が入っているのが見えた。その瞬間、嫌な予感が胸をよぎった。あれは医療の現場で使われるものだ。悪いが、日高、俺はもう医者じゃない。お前の力にはなれない。俺は反射的にそう言って、彼女の申し出を拒絶しようとした。過去の記憶が冷たい霧のように心を覆い始めるのを感じたからだ。あの日の手術室の光景、無力感、そして親友の絶望に満ちた顔。でも先輩、沙織は食い下がろうとしたが、俺はそれを遮るように首を横に振った。すまない。もう誰の命も背負うことはできないんだ。俺の声は自分でも驚くほど冷たく響いた。沙織は唇を噛み締め、うつむいた。その肩が小さく震えているのが見え、胸が痛んだ。だが、俺にはどうすることもできない。彼女をこれ以上、俺の暗い過去に巻き込みたくはなかった。沈黙が重く店内に垂れ込めた。柱時計のコチコチという音だけがやけに大きく響いている。どれくらいの時間が経っただろうか。不意に沙織が顔を上げた。その瞳にはまだ諦めきれない強い光が宿っていた。わかりました。今日は急にご迷惑をおかけしてすみませんでした。彼女はそう言うと、深々と頭を下げ、きびすを返そうとした。だがその時、ふと俺の作業台に置かれた懐中時計に目を留めたようだった。それは先ほどまで俺が修理していた緻密な機構を持つアンティーク時計だ。その時計は、とても古いものなんですね。沙織の声には、先ほどまでの切迫感とは違う、純粋な興味のような響きがあった。ああ、100年以上前のものだ。持ち主の曽祖父の形見らしい。俺は少しだけ表情を和らげ答えた。時計の話ならいくらでもできる。それを先輩が？まあな、ほとんどの部品が摩耗して、もう動かないと思われていたが、俺は言いながら無意識のうちにピンセットを手に取り、時計の裏蓋を器用に開けてみせた。複雑に絡み合った歯車やゼンマイが、まるで精密な芸術品のようにそこにはあった。すごい。沙織は吸い込まれるようにその機構を見つめていた。彼女の視線は俺の手元に注がれていた。俺は慣れた手つきで極小のネジを締め、摩耗した歯車を寸分の狂いもなく調整していく。それは長年の経験と、そしておそらく天賦の才能としか言いようのない手先の器用さがなせる技だった。かつてこの手でどれだけ多くの小さな命と向き合ってきたことか。先輩の手はやっぱり。沙織が何かを確信したような、それでいて切ないような声でつぶやいた。俺はその言葉の意味を深く考えようとはしなかった。ただ黙々と時計の修理を続ける。やがてカチリと小さな音を立てて、止まっていた秒針が再び時を刻み始めた。その瞬間、店内に漂っていた重い空気がほんの少しだけ和らいだような気がした。治ったんですね。沙織はまるで奇跡でも見たかのように目を丸くしていった。ああ、これでまた100年は動くだろう。俺はそっけなく答えながらも、内心では安堵していた。どんなに複雑で壊れかけた時計でも、こうして再び命を吹き込むことができる。それは俺にとって唯一の救いであり、存在意義でもあった。沙織はしばらくの間、動き出した時計の針をじっと見つめていた。その横顔は、先ほどまでの医師としての険しさが消え、どこか幼い少女のような純粋さをたたえていた。先輩、実は私の名がミクって言うんですけど、重い心臓の病気で。不意に沙織がぽつりぽつりと語り始めた。俺は黙って耳を傾けた。彼女の声は震えていて、その言葉の一つ一つに、名誉を思う深い愛情と、どうしようもない焦燥感が滲み出ていた。ミクちゃんは、拡張型心筋症という難病を患っており、心臓の機能が著しく低下していること。移植手術が必要だが、ドナーはなかなか見つからず、日に日に弱っていく一方であること。そして、その小さな体で、必死に病と戦っていること。沙織の話を聞きながら、俺の脳裏には、かつて自分が嫉妬した子供たちの顔が次々と浮かんでは消えた。健康な子供らしい笑顔、苦しみに歪む顔、そして
助けられなかった命。今でも鮮明に思い出せる。あの日、俺は全てを失った。自信も未来も、そしてメスを握る資格さえも。先輩なら何かわかるんじゃないかと思って。沙織は懇願するような目で俺を見た。その瞳は、かつて俺が多くの患者やその家族から向けられたものと同じだった。希望と、そして最後の望みを託す切実な光。だが、俺は、その光から目をそらすしかなかった。日高、俺には無理だ。今の俺はただの時計屋だ。そう言い放つのが精一杯だった。ミクちゃんという少女の苦しみは痛いほど伝わってきたが、それ以上に過去のトラウマが俺の心をがんじがらめにしていた。再びあの絶望を味わうことになったら、また誰かの未来を閉ざしてしまうことになったら、そう思うと足がすくんで動けなくなるのだ。でも先輩のその手は、さっきの時計みたいにミクの心臓も。沙織は諦めきれない様子で、俺の作業台に置かれた、再び時を刻み始めた懐中時計と、俺の手を交互に見つめた。俺は何も答えられなかった。ただ、固く唇を結び、うつむくだけだった。沙織は、そんな俺の姿を見て、何かを悟ったように、静かに息を吐いた。すみません先輩。無理を言ってしまいました。彼女は力なく微笑むと、もう一度深々と頭を下げた。でも、もし気が変わったら、連絡をください。これは私の。そう言って、彼女は一枚の名刺を作業台の上に置いた。そこには、日高沙織、小児科医と記されていた。俺はこの止まってしまった時間の中で、一体何を修理し、何を動かそうとしているのだろうか。答えの出ない問いが、静かな店内にこだましていた。沙織が初めて店を訪れてから、俺の平穏だったはずの日常は、静かに、しかし、確実に侵食され始めていた。あの切実な眼差しと、ミクちゃんという存在が、まるで古い柱時計の振り子のように、俺の思考の中で重く揺れ続けていた。翌日、店の開店準備をしていると、ドアの向こうに沙織の姿が見えた。まさかとは思ったが、彼女は昨日と同じように、何か資料らしきものを抱えて立っていた。俺は気づかないふりをして作業を続けたが、彼女は諦めずにドアの前に立ち尽くしている。結局、根負けしたのは俺の方だった。何か用か。不機嫌さを隠しもせずに言うと、沙織は少しひるんだような表情を見せたが、すぐに意を消したように口を開いた。先輩、昨日のことを改めて考え直していただけないでしょうか。ミクのことで、どうしても先輩のお知恵を拝借したいんです。断ったはずだ。俺はもう医者じゃない。俺は冷たく言い放ち、背を向けた。だが沙織は帰ろうとしなかった。しばらくの沈黙の後、彼女は小さな声で、また明日来ます。と言い残し去っていった。それが始まりだった。次の日も、その次の日も、沙織はまるで日課のように俺の店に現れた。時には新しい検査データを手に、時には海外の医学論文の束を抱えて、俺は堅くなに彼女を無視し続けた。言葉を交わすこともなく、ただひたすらに時計の修理に没頭するふりをした。だが、日に日に増していく彼女の訪問の頻度と、その瞳に宿る諦めない光が、俺の心の壁を少しずつ、しかし、確実に削り取っていくのを感じていた。正直、鬱陶しくて仕方がなかった。過去から逃れるようにしてたどり着いたこの場所で、ようやく手に入れたはずの静寂が、彼女の存在によってかき乱されていく。俺の苛立ちは、日増しに募っていった。そして、1週間ほど経っただろうか。その日もいつものように、沙織が開店と同時に店にやってきた。彼女が何かを言いかける前に、俺の中で、張り詰めていた糸が、ついにぷつりと切れた。いい加減にしてくれ。俺は手にしていたピンセットを作業台に叩きつけ、叫んだ。驚いた沙織の肩がビクリと震える。毎日飽きもせずによく来るな。俺はもう医者じゃないと何度言ったらわかるんだ。お前の患者だろう。医者だったらお前自身が何とかしろ。たまりにたまった感情が堰を切ったように溢れ出す。俺の怒声が静かな店内に響き渡った。いつまでも辞めた人間を頼るな。それがお前の患者に対する責任の取り方なのか。俺は彼女を睨みつけ、容赦ない言葉を浴びせ続けた。それは彼女に向けた言葉であると同時に、
過去の無力だった自分自身への怒りでもあったのかもしれない。沙織は俺の剣幕にひるむことなく、まっすぐに俺を見つめ返してきた。その瞳は涙で潤んでいたが、決して屈しない。強い意志の光を宿していた。私だって毎日必死で調べてるんです。夜も眠らずに論文を読んで、他の病院の先生方にも頭を下げて、でもそれでも、どうしてもわからないことだらけで、ミクの時間はもうあまり残されていないのに、先輩の力が必要なんです。彼女の声は震え、言葉にならないおえつが漏れた。その悲痛な叫びが、俺の心の奥底に突き刺さる。だが、俺はもう引き返せなかった。帰ってくれ。もう二度とここへは来るな。俺は感情的に叫び、彼女が抱えていた資料の束を乱暴に手で払いのけた。バサリという音とともに、白い髪のなだれが床へと散らばる。沙織は息を飲み、呆然と立ち尽くした。俺もまた、自分の行動に一瞬、我に返ったが、もう遅かった。床に散らばった資料の中に、一枚の画用紙が混じっているのが目に入った。それは、他の医学論文や検査データとは明らかに異質な、子供がクレヨンで描いた絵だった。沙織が慌ててそれを拾い上げようとするのを、俺はなぜか無言で制した。そして、まるで何かに惹かれるように、その画用紙をゆっくりと拾い上げた。そこに描かれていたのは、大きな丸い時計だった。しかし、その時計はあちこちがひび割れ、針は折れ曲がり、文字盤の数字もいくつか欠けていた。痛々しいほどに壊れた時計。そして、その絵の隅に震えるような、それでいて、懸命な筆跡でこう書かれていた。壊れた時計を直してください。ミク。その拙い文字と、あまりにもストレートな願いが、俺の心臓をわしづかみにした。言葉にならない衝撃が全身を貫き、呼吸が止まるかと思った。壊れた時計。それは、まさに今の俺自身を表しているかのようだった。そして、それを直してほしいと願う小さな少女。この絵は、ただの子供の落書きではない。これは、命の叫びだ。俺は、その絵から目が離せなかった。沙織は、何も言わずに、ただ俺の顔をじっと見つめている。彼女の瞳には、非難の色はなく、ただ深い悲しみと、そして、かすかな期待のようなものが揺らめいていた。この絵は、ミクちゃんが、俺の声は自分でも驚くほどにかすれていた。はい。先輩のお店に伺う前に、時計のお医者さんなら、私の心臓も治してくれるかもしれないって言いながら、一生懸命描いていました。沙織の声もまた、涙で濡れていた。俺は、絵を持ったまま、ゆっくりと椅子に腰を下ろした。先ほどまでの激しい感情は嘘のように消え失せ、代わりに深い罪悪感と、そして何か無視できない強い衝動が胸の奥から湧き上がってくるのを感じていた。この小さな願いを俺は本当に見過ごすことができるのだろうか。気まずい沈黙が続いた後、俺は床に散らばった資料を指さした。話だけなら聞いてやる。ぶっきらぼうな口調だったが、その声にはもう先ほどのような拒絶の響きはなかった。沙織の顔が驚きと、そして安堵の色に変わるのが分かった。彼女は慌てて資料を拾い集め、俺の前に座った。ありがとうございます、先輩。勘違いするな。話を聞くだけだ。何も約束したわけじゃない。俺はそう言いながらも、ミクちゃんの検査データに目を通し始めた。心電図、エコー画像、血液検査の結果。深刻な状況であることは一目で分かった。そして、沙織が必死に集めた海外の論文にも目を通す。その中の一つの術式に俺の目が止まった。この自己心膜を利用した左室形成術、ドール手術の応用か。それは非常に高度で繊細な手技を要するリスクの高い手術だった。だが、ミクちゃんの現在の状態を考えると、残された数少ない選択肢の一つであることも確かだった。はい。私も、その術式にわずかな望みを託したいんです。でも、国内での実施例はほとんどなくて、院長先生も。沙織の表情が曇る。俺は、その論文に書かれた術式と、ミクちゃんの検査データを照らし合わせながら、頭の中で何度もシミュレーションを繰り返した。かつての知識と経験が、まるでパズルのピースが組み合わさるように、次々と蘇ってくる。確かに、この子の心臓の形状と機能低下の度合いを考えると、
この術式が適合する可能性は高い。だが、執刀医には、神業的な技術と、術中の判断力、そして何よりも強い精神力が求められる。並大抵の外科医にこなせる手術じゃない。俺の言葉に、沙織はごくりと喉を鳴らした。それでも、もし先輩が、言いかけて、彼女は口ごもった。俺はその言葉の先を分かっていたが、あえて何も言わなかった。数日後、俺は沙織に、匿名を条件に、例の自己心膜を利用した左室形成術に関する詳細な考察と、ミクちゃんの症例に合わせた具体的な術式のプランをまとめたレポートを手渡した。それは、俺が持つ知識と経験、そして何よりも、ミクちゃんの壊れた時計を直したいという強い思いが込められたものだった。沙織は、そのレポートを震える手で受け取ると、何度も何度も俺に頭を下げた。その目には、わずかな希望の光が灯っているように見えた。彼女は、すぐにそれを手に、勤務する病院の院長である、安住に掛け合った。俺は、店の奥で、古い柱時計の分解をしながら、祈るような気持ちで沙織の帰りを待った。だが、数時間後、力なく戻ってきた彼女の表情は、俺の淡い期待を打ち砕くには十分すぎるほど暗かった。先輩、やっぱりダメでした。沙織は絞り出すような声でそう言った。彼女の手には、俺が作成したレポートが握りしめられている。安住院長は、日高先生、君の情熱は理解するが、これは机上の空論に過ぎん。前例がほとんどないような、博打のような手術を、うちの病院で許可できるわけがないだろう。患者さんのご家族にも、移植待機が最善の道だと、改めて説明しなさいと。沙織は院長の言葉を繰り返しながら、悔しそうに唇を噛んだ。レポートには、目を通した形跡すらほとんどなかったという。彼の目には、ミクちゃんの命よりも、病院の評判と、自身の保身しか映っていませんでした。沙織の言葉に、俺は静かにうなずいた。驚きはなかった。そうか。まあ、安住院長ならそう言うだろうな。俺は、油の染みた布で手を拭きながら淡々と言った。沙織は意外そうな顔で俺を見る。先輩は、平気なんですか？平気なわけがないだろう。だが、あの人がそういう人間だということは、俺が一番よく知っているつもりだ。俺は自重気味に笑った。俺がメスを置くことになったあの事故。あれは一人の小さな患者さんの命を懸けた手術だった。俺は自分の持てる力の全てを注ぎ込んだ。だが結果は予期せぬ合併症だった。あの子は今も眠り続けている。俺の力が、俺の判断が及ばなかったばかりに。声が詰まる。あの日の手術室の光景、憔悴しきったご両親の顔、そして小さな手が俺の指から滑り落ちていくような感覚が鮮明に蘇る。あの時だって、安住院長はリスクの高い手術そのものを快く思ってはいなかった。俺がどんなに難しい手術を成功させても、彼が気にするのは万が一の責任問題ばかりだった。あの子の手術だって、もっと病院全体でバックアップする体制が整っていれば、いや、今更何を言ってもせんないことだがな。結局のところ、あの取り返しのつかない結果は、院長にとって俺のような危険な外科医を病院から追い出す格好の口実になったんだろう。俺はかつて執刀した数々の難手術を思い出していた。そのどれもが薄氷を踏むような緊張感の中で行われ、そしてその度に俺は全ての神経をすり減らしながらメスを握ってきた。だが安住院長はそんな俺の姿勢を評価するどころか、むしろ厄介者として見ていた節がある。先輩。沙織が何かを察したように俺の顔を覗き込む。その瞳には同情と、そして俺の深い傷に触れてしまったことへの申し訳なさのような色が浮かんでいた。だからレポートを門前払いされたくらいで驚きはしないさ。だが俺は言葉を区切り、沙織の目をまっすぐに見つめた。だからといって諦める理由にはならない。沙織が戸惑いの表情を浮かべる。俺が直接メスを握ることは今の俺にはできないだろう。この手はもう人の命を直接救う資格を失ったのかもしれない。だが俺は自分の両手を見つめた。かつて神の手とまで呼ばれたこの手は、今では古い時計の部品をいじることしかできない。それでもこの手に刻まれた経験と知識はまだ消えてはいない。
俺の知識と技術を君に託すことはできる。先輩、それって、沙織の瞳が大きく見開かれた。ミクちゃんの手術は君が執刀するんだ。俺が君を指導する。俺は静かに、しかし強い意志を込めて言った。沙織は信じられないというように何度も瞬きを繰り返している。でも私なんかにそんな大それた手術が、先輩のあのレポートに書かれていた術式は私にはあまりにも。彼女の声は震え、自信のなさが滲み出ていた。無理もない。あの術式は波の外科医が簡単に手を出せるようなものではない。今の君には無理だろうな。俺はあえて厳しい言葉を選んだ。だが今の君だ。これからの君じゃない。俺がお前をそのレベルまで引き上げてやる。ただし覚悟はしておけ。生半可な特訓じゃない。俺の全てを叩き込む。1日24時間寝る間も惜しんで技術を磨いてもらうことになるかもしれない。それでもやるか？俺の言葉に沙織はしばらくの間言葉を失っていた。その瞳は揺れ動き、葛藤しているのが見て取れた。だがやがてその瞳に一点の迷いもない強い光が宿った。やります。やらせてください。どんな厳しい特訓でも耐えます。ミクを助けられる可能性があるのなら、私は何だってします。彼女は涙をにじませながらも、はっきりとした口調でそう答えた。その声には、医師としての覚悟と、命を救いたいという切実な思いが込められていた。よし、なら、今日からだ。俺は作業台の傍らに飾ってあったミクちゃんの壊れた時計を直してくださいという絵に目をやった。その小さな願いに応えるために、俺は再び医療という名の戦場に足を踏み入れる覚悟を決めた。ただし、今回はメスを握るのではなく、未来を託す若き医師の手を導くという形で、柱時計のコチコチという音が、まるでこれから始まる長い道のりの一歩一歩を刻むように、静かな店内に響いていた。俺たちの長く、そしておそらくは困難な挑戦が今始まろうとしていた。特訓は想像を絶するほど過酷なものだったと思う。まず、俺がまとめたレポートの術式に関する徹底的な理論武装から始まった。関連するすべての論文を読み解かせ、俺が次々に出す質問に即座に的確に答えられるまで何度も繰り返させた。解剖学の教科書を傍らに、ミクちゃんのデータと照らし合わせながら、あらゆるリスクを想定し、その対処法を何通りもシミュレートさせる。彼女の睡眠時間は日に日に削られていっただろう。目の下にクマを作り、それでも食らいついてくる沙織の姿は危機迫るものがあった。違う。そのアプローチでは出血コントロールが間に合わない可能性がある。もう一度、血管の走行を3次元でイメージしろ。副損傷のリスクを最小限に抑えるルートはどこだ？時には、俺の土星が静かな夜の店内に響き渡ることもあった。だが、沙織は決して弱音を吐かなかった。悔しさに唇を噛み、涙をにじませながらも、すぐに顔を上げ、再び問題に取り掛かった。なぜそこまでするんだ？ある夜、休憩中に冷めたコーヒーをすすりながら、俺はふと尋ねた。ミクちゃんはメイだ。可愛いだろう。だが、それだけじゃない何かがあるように見える。沙織は少し驚いたように、俺の顔を見ると、カップを両手で包み込みながら、ぽつりぽつりと語り始めた。ミクは、姉の、香織のたった一人の希望なんです。姉は、ミクの父親とは、ミクが生まれる前に別れて、女手一つで、本当に苦労してミクを育ててきました。何度もくじけそうになりながら、それでもミクの笑顔だけを支えに生きてきたんです。彼女の声は、姉を思う優しさと、姪の運命を憂う、切実さに満ちていた。そのミクが、あんなに小さな体で、毎日必死に病気と戦っている。医師として、そしておばとして、私が何とかしてあげたい。何とかしなきゃいけないんです。姉とミクの未来を守るために、そして、沙織は言葉を区切り、俺の目をまっすぐに見つめた。先輩が、あの事故のことでずっと苦しんでこられたのを知って、先輩のその苦しみも、私がミクを救うことで、少しでも和らげることができたら、なんて、おこがましいですけど、そう思ってしまうんです。その言葉は、俺の心の奥深くに、温かい雫のように染み込んできた。誰にも理解されないと思っていた、俺の孤独な苦悩を、彼女は
真正面から受け止めようとしてくれている。そのひたむきさが、俺の凍りついた心を少しずつ溶かしていくのを感じた。お前はお人よしだな。俺は照れ隠しにそういうのが精一杯だった。だが、その言葉とは裏腹に、胸の奥には確かなぬくもりが広がっていた。特訓の日々は厳しさだけではなかった。時には、俺が修理しているアンティーク時計の繊細な機構を、沙織が興味深そうに覗き込むこともあった。すごいですね、先輩。こんなに小さな部品の一つ一つが正確に時を刻むために完璧に組み合わさっているなんて、人間の体もこれと同じくらい精密で奇跡的なものなんですね。彼女の言葉に俺はハッとさせられた。そうだ、俺が長年向き合ってきた時計の内部宇宙は、そのまま人体の神秘に通じているのかもしれない。俺が培ってきた観察眼や集中力、そして何よりも壊れたものを修復し、再び命を吹き込むという行為は、形こそ違えど、医療の本質と深く結びついている。先輩は時計を修理することでずっと誰かの思いや時間を救い続けてこられたんですよね。私が最初にここへ来た時、先輩の手を見てそう感じました。あの懐中時計が再び動き出した時、持ち主の方の失われた時間がまた動き出すような気がしたんです。沙織は俺の作業台に目をやりながら静かに言った。その声には純粋な尊敬の念が込められているように感じられた。それは医者だった頃の先輩もきっと同じだったんじゃないですか。たとえどんなに難しい状況でも、目の前の命を救おうと、その人の未来をつなごうと、必死で手を尽くしてこられた。先輩の手はずっと何かを直し、誰かを救うための手だったんだって、私にはそう思えます。彼女の言葉がまるで止まっていた俺自身の心の歯車をゆっくりと動かし始めるような感覚があった。そうだ、俺はただ救いたかっただけなんだ。目の前にある消えかかっている小さな灯火をこの手で守りたかった。結果がどうであれ、その瞬間の俺は持てる力の全てを注ぎ込んでいた。事故の時だって、先輩は最善を尽くそうとされたんですよね。誰も先輩を責めることなんてできないはずです。だって先輩は、その子のために最後まで諦めずに戦ったんですから。沙織の声が震えていた。彼女の瞳には涙が滲んでいた。その涙は俺に向けられたものであり、そしてもしかしたら俺自身がずっと流せずにいた涙なのかもしれない。先輩は悪くないです。その言葉が俺の胸の奥深くに、静かに、しかし確かな重みを持って響いた。今まで誰からもかけてもらえなかった言葉。俺自身でさえ自分にかけることを許さなかった言葉。気づけば俺の方を熱いものが伝っていた。ルーペ越しに見ていたはずの時計の部品が涙で歪んでよく見えない。俺は慌てて顔を伏せ、作業台に肘をついた。おえつが漏れそうになるのを必死でこらえる。どれだけの時間、俺はこの重荷を一人で背負ってきたのだろう。誰にも言えず、誰にも理解されず、ただひたすらに自分を責め続けてきた。手術室の光景、家族の絶望に満ちた顔、そして無力だった自分。それらがまるで呪いのように俺を縛り付けていた。だが、沙織の言葉は、その固く閉ざされた俺の心の扉をそっと押し開けてくれたような気がした。彼女のまっすぐな瞳と揺るぎない信頼が、俺の凍りついた心を温め、溶かしていく。すまない。ようやく絞り出した声はひどくかすれていた。俺はただ怖かったんだ。もう一度誰かの未来を奪ってしまうことが。だから逃げた。医者であることから、自分の過去から。先輩。だが、ミクちゃんのあの絵を見たとき、そしてお前のその目を見たとき、思ったんだ。俺はまだ何かできるんじゃないか、と。この手で、直接メスを握ることはできなくても。俺は顔を上げ、涙で濡れた目で沙織を見つめた。彼女もまた、涙を流しながら、しかし、優しい笑顔を浮かべて、俺を見ていた。ありがとうございます、先輩。私、絶対にミクを助けます。先輩が教えてくださるすべてを、この身に刻みつけて必ず。沙織の瞳には、先ほどまでの不安や迷いは消え、確固たる決意の光が宿っていた。その光は、かつて俺が手術室で何度も見てきた、
若い医師たちの希望の光と同じだった。その夜から、俺たちの特訓はさらに熱を帯びた。俺は、かつて自分が培ってきた知識と技術のすべてを惜しみなく沙織に注ぎ込んだ。彼女の質問には、どんな些細なことであっても真摯に答え、時には夜が更けるのも忘れて議論を交わした。よし、今日の課題はここまでだ。血管吻合のスピードも精度も、1週間前とは比べ物にならんな。ある日の深夜、いつものように特訓を終え、俺がそう声をかけると、沙織は額の汗を手の甲で拭い、満面の笑みを浮かべた。本当ですか？やった。彼女は子供のようにはしゃぎ、思わず手に持っていた縫合針の練習キットを掲げてみせた。その屈託のない笑顔は、張り詰めていた店内の空気をふわりと和らげる。あ、この調子なら、あの自己心膜を利用した左室形成術も、理論上は君の手で、そこまで言いかけて、俺は言葉を飲み込んだ。まだ、安住院長という高い壁が立ちはだかっている。そして何よりも、実際に生身の人間の、それも小さな子供の心臓にメスを入れるということの、計り知れない重圧。俺の表情の曇りに気づいたのか、沙織は少し声を落としていった。先輩、ありがとうございます。先輩がいてくださらなかったら、私とっくに諦めていたと思います。俺は何もしていない。お前が、お前の力で掴み取っているだけだ。そっけなく答えたが、そんなことないです。先輩の指導は的確で、それになんだか、先輩が見ていると、不思議とできる気がするんです。そう言って、彼女はいたずらっぽく笑った。そして不意に、先輩、これ見ててくださいね。と言うと、先ほどまで苦戦していた縫合の最後の仕上げを、見事な手つきで一気にやってのけた。できた！達成感に満ちた声が店内に弾ける。その瞬間、俺は思わず、やったじゃないかと声を上げ、気づけば彼女とハイタッチを交わしていた。パチンと乾いた音が響く。その瞬間、ふと沙織の手の温かさと予想外の近さに互いに少しだけ動きが止まった。彼女の方がかすかに赤らんでいるのが薄暗い電球の下でも分かった。俺もまたどこか落ち着かない気持ちになり、咳払いをして視線をそらす。まあ、その調子だ。だが油断はするなよ。はい。沙織は慌てたように返事をし、うつむいて道具の片付けを始めた。気まずいような、でもどこか温かい沈黙が俺たちの間に流れた。それは、師弟関係とも、同僚とも違う、何か特別な感情の邦画を予感させるもの、だったのかもしれない。そんな、張り詰めた中にも確かな手応えと、かすかな希望を感じ始めていた矢先のことだった。その日も、閉店後の店内で、沙織はミクちゃんの最新の検査データと、俺が作成した術式の詳細な手順書を照らし合わせながら、最終段階のシミュレーションを行っていた。俺は少し離れた場所で、客から預かった古い置き時計の分解作業を進めていた。静寂を破ったのは、沙織のスマートフォンのけたたましい着信音だった。はい、日高です。ミクが。沙織の血相が変わった。電話口の相手に何かを必死に問いかけているが、その声は震え、みるみるうちに顔面から血の気が引いていくのが分かった。わかりました。すぐ行きます。電話を切ると同時に、沙織はガタガタと震える手でカバンを掴んだ。先輩、ミクの容体が急に。その声はほとんど悲鳴に近かった。俺は手にしていた工具を放り出し、彼女の元へ駆け寄る。落ち着け日高、何があった？わからない。でも、病院から緊急の呼び出しで、とにかく行かないと。沙織はパニック状態で、今にも飛び出していきそうな勢いだ。俺は彼女の肩を強く掴み、自分を見失わないように、しっかりと目を見据えていった。俺も行く。車を出す。一人で行くより早い。でも、先輩にまでご迷惑を。いいから乗れ。こんな時に遠慮してる場合じゃないだろう。俺は沙織の返事を待たず、店の鍵を閉めると、彼女の腕を引いて、店の裏に止めてある古いセダンに押し込んだ。エンジンをかけ、アクセルを強く踏み込む。夜の街を、俺の車は病院へとひた走った。助手席の沙織は、両手を固く握りしめ、唇を噛みしめながら、ただ前だけを見つめている。その肩が小刻みに震えているのが痛いほど伝わってきた。俺は運転しながら、そっと、彼女の震える手に自分の手を重ねた。大丈夫だ。ミクちゃんは強い子だ。そして、お前ももう一人じゃない。沙織はハッとしたように俺の顔を見た。その瞳には、
涙が溢れそうになっている。俺はできるだけ平静を装い、力強く言った。俺たちがいる。何があっても諦めるな。彼女はこくりとうなずき、俺の手を強く握り返してきた。その小さな手の冷たさに、力の強さが彼女の不安と決意を物語っていた。病院に到着すると、ICU の入り口には、香織さんが憔悴しきった顔で立ち尽くしていた。沙織は香織さんの元へ駆け寄り、二人で抱き合うようにして状況を確認している。俺は少し離れた場所からその様子を見守った。やがて厳しい表情をした安住院長が数人の医師を伴って現れた。日高先生来てくれたかね。残念ながら芳しくない。急激な心機能の低下だ。もはや我々の手の施しようが。安住院長はまるで人事のように淡々と告げた。その言葉に沙織は激しく食ってかかった。院長、お願いします。ミクにあの手術をさせてください。私ならできます。いえ、私がやるんです。沙織の必死の懇願が静かな廊下に響き渡る。だが安住院長は冷ややかに首を横に振った。日高先生、君の気持ちはわかるが無謀だ。前例のほとんどない危険な術式だ。それに今の君は冷静さを欠いている。そんな状態でメスを握ることなど許可できるわけがない。冷静です。私はこの日のためにずっと準備してきました。成美先輩の指導のもとで。沙織が俺の名前を出した瞬間、安住院長の眉がピクリと動いた。彼はゆっくりとした動作で俺の方に視線を向けた。その目はまるで寝踏みするように、俺の全身を舐めるように見ている。成美くん、君が裏で糸を引いていたのかね。相変わらず懲りない男だ。その声にはあからさまな侮蔑の色が込められていた。俺は何も答えずに、ただ安住院長をまっすぐに見返した。君があの事故を起こしてこの病院を去ってから何年経つと思っている。君のやり方はあまりにも危険すぎる。一人の暴走がどれだけ多くのものを危険にさらすか、まだ理解できないのかね。安住院長の言葉は俺の胸に深く突き刺さった。だが今はそんな個人的な感情に浸っている場合ではない。安住先生、今重要なのは過去のことではありません。目の前に助けを待っている小さな命がある。それだけです。俺は静かに、しかしきっぱりと言い返した。沙織が驚いたように俺の顔を見る。安住院長はふんと鼻を鳴らした。日高先生がどうしてもというのなら好きにすればいい。ただし一つだけ条件がある。もしこの手術が失敗に終わった場合、その責任は全て君が負うんだ、日高先生。そして君をそそのかした成美くん、君にも何らかの形で責任を取ってもらうことになるだろう。それでもやるかね。それはほとんど脅しに近い言葉だった。万が一の場合、沙織は医師としての未来を絶たれるかもしれない。そして俺もまたこのささやかな日常さえも奪われることになるかもしれない。沙織は唇を固く結び、一瞬俺の方を見た。その瞳には不安と、そして俺への申し訳なさのような色が浮かんでいた。だが俺は静かにうなずいてみせた。もう迷いはなかった。沙織は深く息を吸い込み、そして安住院長に向かってはっきりとした声で言った。やります。どんな責任でも私が負います。だから、どうかミクを助けさせてください。その声には一点の曇りもない、医師としての覚悟が満ちていた。安住院長はしばらくの間、沙織と俺の顔を交互に見比べていたが、やがて吐き捨てるように言った。わかった。手術室の準備をさせよう。ただし、時間は限られている。せいぜいあがいてみるがいい。そう言い残し、安住院長は背を向けて去っていった。その背中はどこまでも冷たく、そして大きな壁のように見えた。残された俺たちは言葉もなく互いを見つめ合った。これから始まるのはミクちゃんの命運をかけた、そして俺たちの全てをかけた戦いだ。柱時計の音が聞こえないこの場所でも、俺には運命の針が刻一刻と進んでいく音がはっきりと聞こえているような気がした。手術室の赤いランプが灯り、重々しい扉が閉ざされた。沙織は香織さんに力強くうなずいてみせると、覚悟を決めた表情でその中へと消えていく。俺は手術室のガラス窓越しに遠巻きに中の様子を伺うことしかできない。すぐ隣では香織さんが祈るように両手を胸の前で固く組んでいる。その背中は小さく震え、見ているだけで胸が締め付けられた。成美さん、沙織ちゃんは大丈夫でしょうか。
ミクは、香織さんの不安げな声に、俺は確信を持って答えることができなかった。ただ、沙織先生を信じましょう。彼女は、この日のために全力を尽くしてきました。と、ありきたりな言葉を返すのが精一杯だった。手術室の中では、沙織が執刀医として、ミクちゃんの小さな胸を開き、慎重に心臓へと、アプローチを進めているのが、モニター越しに映し出されている。その手つきは、特訓の成果を十分に感じさせるもので、冷静かつ正確だった。血管の剥離、自己心膜の採取、どれも俺が教え込んだ通り、いや、それ以上の精度でこなしているように見えた。傍らで見守る他の医師や看護師たちも、沙織のよどみない主義に信頼を寄せているように見える。順調なのかもしれない。俺の口から思わず安堵にも似たつぶやきが漏れた。このまま沙織が冷静さを保ち続ければ、あるいは、淡い期待が胸をよぎる。しかし、その期待は長くは続かなかった。自己心膜を使い、左心室の形成に取り掛かろうとした。その時だった。モニターに映し出されたミクちゃんの心臓の動きが、不意に乱れたのだ。アラーム音が手術室内にけたたましく鳴り響く。血圧低下、心室細動が起きています。除細動準備。麻酔科医や他のスタッフの緊迫した声が飛び交う。沙織の動きが明らかに動揺し始めたのが、モニター越しにも分かった。どうして？計算通りのはずなのに。沙織の焦りの声がマイクを通してかすかに聞こえてくる。ミクちゃんの心臓は予想以上に脆弱だったのだ。教科書通りのアプローチが通用しない。特訓では想定しきれなかった生身の。しかも極限状態にある小さな心臓の複雑な反応。沙織先生落ち着いて、まずはバイタルを安定させることが先決です。ベテランの麻酔科医が声をかけるが、一度崩れ始めた沙織の集中はなかなか元に戻らない。額には油汗がにじみ、ピンセットを持つ手がかすかに震えている。くそ、このままじゃ。俺はガラス窓に額を押し付け、手術室の中を睨みつけるように見つめた。沙織が明らかに限界に近づいているのが分かった。彼女の瞳に絶望の色が浮かび始めている。安住先生。俺はいつの間にか手術室の入り口近くに来ていた安住院長に声を張り上げた。このままではミクちゃんの命が危ない。俺にメスを握らせてください。安住院長は冷ややかに俺を一別した。君に何ができる？君はもう現役を退いた人間だ。それに、日高先生が出頭すると決めたことだろう。ですが、今の沙織先生は、この状況を打開できるのは俺しかいない。俺の脳裏に、過去の、あの手術の記憶が蘇る。助けられなかった小さな命。親友の絶望。そして、俺自身の無力感。あの時と同じ過ちを繰り返すわけにはいかない。先輩。ガラスの向こうで、沙織がこちらを見つめていた。その瞳は涙で潤み、助けを求めるように揺れていた。その姿を見た瞬間、俺の中で何かが吹っ切れた。お願いします、安住先生。この子の命を救いたいんです。そのために俺の全てをかけます。俺は安住院長の前で深く頭を下げた。プライドも過去の確執も今はどうでもよかった。ただ、目の前の小さな命を救いたい。その一心だけだった。安住院長はしばらくの間、黙って俺と、そして手術室の中の沙織を見比べていた。その表情からは何を考えているのか読み取れない。やがて彼は重々しく口を開いた。わかった。ただし条件がある。君がメスを握り、万が一のことがあれば、その責任はすべて君が負う。そして、二度とこの病院の敷居をまたぐことは許さん。それでもいいなら行け。その言葉は以前よりもさらに重く、冷たい響きを伴っていた。だが、俺に迷いはなかった。感謝します。短く礼を言うと、俺は手術着とマスクを身につけ、手術室の扉を開けた。なるみ先輩。沙織がかすれた声で俺の名を呼んだ。その顔は蒼白で、精神的に追い詰められているのが痛いほど分かった。大丈夫だ。ここからは俺がやる。君は俺の指示に従ってアシストに徹してくれ。俺は努めて冷静に、しかし力強く言った。沙織はこくりとうなずき、俺にメスを手渡した。その手はまだかすかに震えていた。久しぶりに握るメスの感触。それは、まるで俺の体の一部のように、しっくりと馴染んだ。一瞬、あの日の手術室の光景が脳裏をよぎり、背筋に冷たいものが走る。だが、
俺は首を振り、そのトラウマを振り払った。目の前には、今まさに消えようとしている小さな命がある。俺が、この手で救わなければならない命が。状況は、麻酔科医に簡潔に尋ねる。彼は、迅速にバイタルデータを報告した。心拍は微弱で、血圧も危険な数値を指している。一刻の猶予もなかった。俺は、ミクちゃんの心臓の状態を素早く、そして正確に把握する。沙織が行った処置は的確だった。だが、この子の心臓は、俺たちが作成したレポートの想定以上に、組織が脆くなっていたのだ。メス、接し。沙織先生、自己心膜のトリミングを、あと、コンマ5ミリ薄く。俺は矢継ぎ早に指示を出しながら、神業的なスピードで手術を進めていく。かつて、神の手とまで呼ばれた、俺の技術は、ブランクがあったとは思えないほど、いや、むしろ時計修理で培われた、微細な作業への集中力と精密さが加わり、さらに研ぎ澄まされているかのようだった。複雑に絡み合った血管をミリ単位で剥離し、脆弱な心筋を傷つけないように、細心の注意を払いながら縫合していく。それは、まるで壊れかけたアンティーク時計の最も繊細な歯車を組み上げるかのような、極限の集中力を要する作業だった。手術室内の空気は張り詰めていた。モニターの数値は依然として予断を許さない状況だったが、俺の的確な処置によって少しずつ、しかし確実に安定の方向へと向かい始めていた。スタッフたちの動きにも徐々に落ち着きが戻ってくる。だが、最大の難関である左室形成の段階に入った時、再び危機が訪れた。ミクちゃんの心臓がまたしても不規則な収縮を始めたのだ。視界がぐにゃりと歪み、あの日の光景がフラッシュバックする。助けを求める子供の声、絶望に染まる親の顔、そして俺の手から滑り落ちていく小さな命の感覚。思わず手が止まりそうになる。冷や汗が背中を伝う。このままではまた同じことを繰り返してしまう。俺はまたしても救えないのか。先輩。その時、沙織の切羽詰まった。しかし、どこか芯の通った声が俺の耳に届いた。はっと我に返ると、彼女が俺の目をまっすぐに見つめていた。その瞳には、俺への揺るぎない信頼と、そして、諦めないでという強い訴えが込められていた。そうだ、俺は一人じゃない。沙織がいる。そして、俺の帰りを待っているミクちゃんがいる。俺が今度こそ、この手で未来をつなぐんだ。大丈夫だ。俺は自分に言い聞かせるようにつぶやき、再びメスを握り直した。迷いを断ち切り、全神経を指先に集中させる。脳裏には、ミクちゃんの壊れた時計を直してくださいという絵が浮かんでいた。俺は時計屋だ。そして医者だ。壊れたものを、命を修復するのが俺の仕事だ。そこからの俺は、まるで何かに疲れたように手術に没頭した。時計の歯車を一つ一つ組み上げるように、ミクちゃんの心臓の機能を慎重に丁寧に再構築していく。時間だけが無情に過ぎていく。どれくらいの時間が経っただろうか。やがて最後の縫合を終え、俺がそっと手を離すと、モニターに映し出されたミクちゃんの心臓は力強く、そして規則正しいリズムを刻み始めていた。心拍数、血圧、すべての数値が安定した値を示している。終わった。誰かがそうつぶやいた。手術室内に咳を切ったような安堵のため息が広がった。俺はその場に崩れ落ちそうになるのを必死でこらえた。全身の力が抜け、立っているのがやっとだった。先輩、ありがとうございます。本当に。沙織が涙でぐしゃぐしゃになった顔で、俺の手に何度も何度も頭を下げている。他のスタッフたちも興奮した面持ちで俺たちを叩いていた。俺はただ小さくうなずくことしかできなかった。疲労と安堵感で言葉が出てこなかった。手術室を出ると、香織さんが泣き崩れるようにして俺に駆け寄ってきた。なるみさん、ミクは助かったんですね。本当にありがとうございます。俺はその言葉にようやく心の底から安堵の息をついた。しばらくして院長室に呼ばれた。安住院長はいつものように厳しい表情で俺の前に座っていたが、その瞳の奥にはかすかな興奮と、そして安堵の色が浮かんでいるように見えた。見事というほかない。素晴らしい手術だった。君の腕は少しも衰えていなかったな。いや、むしろ
以前よりもさらに研ぎ澄まされていたようにさえ感じた。院長のストレートな称賛は、俺にとって少し意外だった。俺は黙って次の言葉を待つ。君を、この病院から追い出すような形になったこと、あれには理由があった。安住院長はゆっくりと、しかし言葉を選ぶように語り始めた。君の才能は確かに群を抜いていた。だがそれゆえに、君は常に危険と隣り合わせだった。難しい手術に次々と挑み、実際に多くの命を救った。しかしその一方で、君のやり方はあまりにも、俗人的で、病院という組織の中で、いつか大きな破綻をきたすのではないかと、私は常に危惧していたんだ。彼の言葉は、俺の胸の奥深くに眠っていた疑問のいくつかを解きほぐしていくようだった。あの事故は確かに不幸な出来事だった。だが、あれをきっかけに、君に一度メスを置かせることが、長い目で見れば、君自身を守ることになるのかもしれないと、私は、そう判断したんだ。君のような才能を潰してしまいたくはなかった。だが同時に、君のその鋭すぎる刃を、どう扱えばいいのか、私にも見つけられなかった。安住院長の瞳には、後悔とも、苦悩とも取れる複雑な色が浮かんでいた。今回君に責任を取れと言ったのも、本心ではなかったと言えば嘘になる。院長は一度言葉を切り、俺の目をじっと見据えた。君が再びメスを握る以上、その覚悟のほどを確かめねばならなかった。過去のトラウマを抱えたまま、中途半端な気持ちで臨むことは許されない。そして何より、万が一の場合、すべての責任を日高先生一人に負わせるわけにはいかないという、組織の長としてのギリギリの判断もあった。だが、それ以上に君が、あの頃の君のままなのか、それとも何かを乗り越えてきたのか、それを見極めたかったのかもしれない。君のあの目を見たとき、昔と同じ、いや、それ以上の何かを宿した目を見たとき、私はかけたんだ。君という意志の可能性に。院長は、そこで初めてふっと息を吐き、少しだけ表情を和らげた。そして、私の賭けは正しかったようだ。今日の君の姿を見て確信した。君はやはりメスを握るべき人間だ。その手は多くの命を救うためにある。君はあの時計屋での時間と、そして日高先生という存在を通して何か新しいものを掴んだように見える。それはかつての君にはなかった他者を信じ、そして託す強さだ。安住院長はそこで俺の目をまっすぐに見つめ、はっきりとした口調で言った。成美くん、担当直入に言おう。この病院に戻ってほしい。君のその腕を、そしてその経験を、ここで再び生かしてはくれまいか。君を必要としている患者が、そして君から学びたいと願う若い医師たちが、ここには大勢いる。その言葉は、強い期待と、そして疑いのない信頼に満ちていた。それは、かつて俺が心のどこかで渇望していた言葉なのかもしれない。再びメスを握った高揚感、ミクちゃんを救えたという確かな手応え、そして、沙織と共に戦い抜いたという絆。それらが、俺の心の中で大きなうねりとなっていた。院長の言葉は、そのうねりをさらに加速させる。しかし同時に、あの小さな時計店での穏やかな日々、ルーペ越しに見つめる精密な歯車の世界、そしてそこで出会った人々の温かい笑顔もまた、今の俺を形作る大切なものであった。俺は簡単に答えを出すことができなかった。俺はゆっくりと頭を下げた。安住先生、お言葉身に余る光栄です。ですが、今の私にはもう少しだけ考える時間をいただけないでしょうか。そうか。院長は少しだけ残念そうな表情を見せたが、すぐにうなずいた。無理強いはすまい。君が再びメスを握ったこと、そして一人の少女の命を救ったという事実は変わらない。君の気持ちが固まるまで私は待とう。ただし、これだけは覚えておいてほしい。君の居場所はここにもあるということ。その言葉は重く、しかし温かく、俺の心に響いた。ありがとうございます。俺はもう一度頭を下げ、院長室を後にした。廊下を歩いていると、沙織が心配そうな顔で待っていた。先輩、院長先生と何を？いや、別に。少し昔話と、これからの話だよ。俺は少しだけ複雑な笑顔を浮かべてみせた。空はいつの間にか白み始めていた。長く、そして濃密な夜が、ようやく明けようとしていた。俺の心の中の止まっていた時間は確かに動き始めた。
だが、その針が次にどの方向を指すのか、まだ俺自身にもはっきりとはわからなかった。俺はこの数日、自分の心と向き合い続けることになった。時計の修理をしながらも、頭の中では院長の言葉と手術室の光景、そしてミクちゃんの小さな手が繰り返し浮かんでは消えた。数日後、俺はミクちゃんの様子を見に、再び病院を訪れた。小児科病棟の一室。窓から明るい日差しが差し込むその部屋で、ミクちゃんはベッドの上に体を起こし、母親の香織さんと、そして沙織に囲まれて楽しそうに何かを描いていた。俺の姿に気づくと、ミクちゃんはパーッと顔を輝かせた。あ、時計屋さんだ。その声は以前よりもずっと力強く、そして弾んでいた。顔色も良く、目の輝きも増している。順調な回復ぶりが一目で分かった。いやあ、ミクちゃん、元気そうで何よりだ。俺が微笑みかけると、香織さんが深々と頭を下げた。なるみ先生、本当にこの度は、言葉では言い尽くせないほど感謝しております。ミクは先生のおかげで。いえ、ミクちゃんが頑張ったからです。俺は香織さんの言葉を遮り、ミクちゃんに視線を戻した。時計屋さん、これあげる。ミクちゃんは、そう言って、一枚の画用紙を俺に差し出した。それは、クレヨンで描かれた絵だった。中央には、大きな太陽のような笑顔の女の子。間違いなくミクちゃんだ。そして、その隣には、少し困ったように笑う俺と、優しく微笑む沙織の姿が描かれていた。背景には、たくさんの花と、そしてなぜか、大きな柱時計も描かれている。そして、絵の上の空には、虹色の大きな文字でこう書かれていた。先生ありがとう、ミクより。その拙い、しかし、心のこもった文字と、温かい絵を見た瞬間、俺の胸の奥から熱いものが込み上げてくるのを感じた。言葉にならない感情が全身を駆け巡る。この小さな手が、どれほどの恐怖と痛みに耐え、そして今、こうして感謝の気持ちを伝えてくれているのか。俺は、その絵を胸に抱きしめたい衝動に駆られた。この笑顔を守りたい。この未来を守りたい。そして、この手で、もっと多くの笑顔を、もっと多くの未来を、紡ぎ出したい。時計の針を動かすように、命の時間を希望へと繋いでいきたい。ありがとう、ミクちゃん。最高のプレゼントだ。俺の声は、少し震えていたかもしれない。顔を上げると、沙織が優しい涙を浮かべて俺を見ていた。香織さんもハンカチで目頭を押さえている。その瞬間、俺の中で全ての迷いが消え去った。俺の進むべき道はもう決まっていた。この小さな手から受け取った感謝の気持ちが俺の背中を強く押してくれたのだ。俺はミクちゃんの絵を大切に胸ポケットにしまい、窓の外に広がる青空を見上げた。あの長い夜が明け、新しい朝が来たように、俺の心にも確かな光が差し込んできていた。ミクちゃんが描いてくれたありがとうの絵。あの温かい色彩と、拙いながらも力強い文字は、俺の心の奥深くに眠っていた医師としての魂を完全に呼び覚ました。俺のこの手は、やはり誰かの命を救うためにあるのだと、何の迷いもなく確信できた。その日のうちに、俺は再び、安住院長の元を訪れた。胸ポケットには、ミクちゃんの絵が大切にしまってある。安住先生、先日のお話ですが、謹んでお受けいたします。もう一度この病院で医師として働かせてください。俺の言葉に、安住院長は一瞬驚いたような顔をしたが、すぐにその表情は深い安堵と喜びに変わった。そうか、決心してくれたか、なるみくん。君のその言葉を待っていた。歓迎する。君の力は必ずや多くの患者さんの希望となるだろう。そして、君にはチームを率い、若い医師たちを導く役割も期待している。以前の君とは違う、新しい風をこの病院に吹き込んでほしい。はい。かつての自分とは違うやり方で、チームの一員として、そして、後進の育成にも力を尽くします。時計店での時間が、俺に多くのことを教えてくれましたから、俺と安住院長は、固い握手を交わした。それは、過去のわだかまりが完全に解け、新たな信頼関係が生まれた瞬間だった。沙織への報告は、その日の夜、二人でささやかな会期祝いを兼ねて食事をした席だった。沙織、俺正式に病院に戻ることにしたよ。彼女は一瞬驚きで言葉を失ったようだったが、すぐにその瞳は喜びに潤み、満面の笑みを浮かべた。先輩、
本当ですか？やった。私先輩ともう一度一緒に働ける日が来るなんて夢みたいです。彼女の屈託のない笑顔は、俺の心をどこまでも軽くしてくれる。ああ、これからは同僚として。そして、まあ、いろいろよろしく頼む。俺が少し照れながら言うと、彼女はいたずらっぽく笑いながら、こちらこそ、よろしくお願いします、なるみ先生。と茶化してきた。そのやりとりが、これから始まる新しい日々を予感させ、温かい気持ちになった。時計店の常連客たちや、香織さん親子にも正式に報告すると、みんな自分のことのように喜んでくれ、力強く背中を押してくれた。時計店は、俺が信頼できる古い友人に、週の何日か手伝ってもらいながら、俺自身も、時間が許す限り顔を出すことにした。あの場所は、俺にとって原点であり、心の安らぎを得られる大切な空間だからだ。そして、俺の医師としての新しい日々が始まった。ブランクがあったとは思えないほど、俺の手はメスに馴染み、手術室の空気は肌に吸い付くようだった。だが、以前の俺とは明らかに違うものがあった。それは、一人で突っ走るのではなく、沙織をはじめとするチームの仲間を信頼し、それぞれの力を最大限に引き出すこと。そして、若い医師たちに対しては、自分の経験を惜しみなく伝え、彼らの成長を辛抱強く見守ること。時計の針が一つ一つ噛み合って、正確な時を刻むように、チーム医療もまた、一人一人の力が結集してこそ、より大きな力を発揮するのだということを、俺は学んでいた。沙織との連携は、周囲が目を見張るほどだった。互いの呼吸を読み、言葉にしなくても何をすべきか理解できる。それは、特訓の日々で培われた信頼関係と、そして、おそらく、それ以上の何かが、俺たちの間にあったからだろう。共に数えきれないほどの難手術を成功させ、多くの命を救った。その度に、俺たちは言葉にならない喜びを分かち合った。忙しい日々の中で、俺と沙織の関係は、ごく自然に深まっていった。手術後に、二人で飲むコーヒー、帰り道での他愛ない会話、時折訪れる時計店での穏やかな時間。それらすべてが、俺たちにとって、かけがえのない宝物となっていった。ある雪の降る夜、連続した緊急手術を終え、疲れ果てて医局に戻ると、沙織が温かいココアを差し出してくれた。お疲れ様でした、先輩。その優しい笑顔に、俺はすべての疲れが癒されるのを感じた。そして気づけば、彼女の手を握りしめていた。沙織、これからもずっと一緒にいてほしい。彼女は頬をあからめながらもしっかりと俺の手を握り返し小さくうなずいた。言葉は少なくとも俺たちの心は確かに一つに結ばれていた。時計店には今も時折顔を出すルーペを覗き込み、繊細な歯車を組み合わせる作業は医療の最前線で張り詰めた神経を和らげ、新たな視点を与えてくれる。止まっていた時間が再び動き出す奇跡を俺は時計でも、そして人の命でも見てきた。そのどちらも諦めずに丁寧に向き合うことの大切さを教えてくれる。数年後、ミクちゃんは小学生になり、時々沙織に連れられて、俺たちの病院に元気な顔を見せに来る。その胸には、かつて俺が手掛けた傷跡がうっすらと残っているが、それは彼女にとって生きている証であり、未来への希望の印となっていた。人生は時に残酷な試練を与える。深い傷を負い、立ち上がることさえ困難に思える日もあるだろう。だが、どんな暗闇の中にも必ず希望の光は差し込む。過去の過ちやトラウマは消し去ることはできないかもしれないが、それを乗り越え、未来への糧とすることはできる。大切なのは自分自身を信じること、そして支えてくれる人々への感謝を忘れないことだ。この手で、これからもどれだけの命を救い、どれだけの時間を未来へ繋いでいけるのか、それはわからない。だが、俺は進み続ける。愛する人々と共に、希望という名の針が指し示す未来へと、俺の時間はもう二度と止まることはない。この温かい光の中で力強く、時を刻み続けていくのだから。